日本は荒くいかないのにちゃんと強度はある。日本と戦うなら岩から水を絞り出すくらい大変になる。もう日本は善戦したねで終わるチームじゃない。日本はただ頑張ってるチームからちゃんと見てて楽しいチームになってる。日本が優勝したら自分の国やクラブみたいに喜ぶ。こんにちは、葵です。こんにちは、きなです。今回はオランダ対日本戦の結果を見たブラジルサポーターと話していくよ。ノックアウトステージに上がったら初戦で試合になる可能性があるブラジルだね。そうだね。今回はブラジルサポーターのレオくんとリモートをつないでるよ。オラじゃあブラジルサポーターがオランダ対日本の試合結果を見てなんて言ってるか聞かせてほしいな。ブラジルサポーターは日本のことをかなり気にしてるよ。レオくん、日本対オランダは2対2の引き分けだったけど、ブラジルではこの試合どう見られてたの？まず一番多かったのはめちゃくちゃ面白い試合だったって言ってたね。ブラジルの人から見ても面白かったんだ。今大会ここまでで一番の試合。見てて気持ちいい試合だった。って感じ。特に後半まで。前半はどうだったの？そこはちょっと分かれてた。前半は退屈だった少し眠かったって言ってる人もいた。でも後半になって一気に試合が動いて、そこからは完全にワールドカップの試合って感じだった。前半退屈っていう人はにわかだね。それこのチャンネルのコメント欄で言われてたのでしょ？でもにわかがコンテンツを大きくするからにわかって大切なんだよ。私みたいなね。確かにね。ブラジルサポーターの中でも前半は微妙だったけど後半は最高だったって見方が多かった。2チームとも勝ちに行ってたし、ただ守って終わる感じじゃなかった。オランダも日本も引き分け狙いじゃなくて勝ちに行ってたように見えたんだね。日本とオランダどっちも前に出るし、試合が行ったり来たりする感じで見てる側からするとすごく楽しい。ブラジルもこういう試合が見たいんだよ。ブラジルの試合と比べてた人もいたんだ。日本対オランダは面白かったけどブラジルの試合は眠かった。やっぱりブラジルサポーターは自分たちの代表にも厳しいね。めちゃくちゃ厳しいよ。しかも今回の試合を見て、日本とオランダはちゃんとサッカーした。ブラジルは何をしてるのかわからなかった。そんなに？それくらい日本対オランダの試合は見応えがあったってことだね。みんながいい試合だったって言ってたの。別の試合の方が良かったって人もいたけど、全体としてはかなり好意的。少なくとも日本が退屈な試合をしたって見方はほとんどなかった。日本はただ頑張ってるチームからちゃんと見てて楽しいチームになってる。昔の日本とは見られ方が変わってきてるんだね。ほんとそう。もう日本は善戦したねで終わるチームじゃない。日本は普通に強い。普通に面白い。普通に危ないチーム。日本のことを強そうじゃなくて実際強いって見てる人は本当に多い。他に日本についてどんなところが言われてた？かなり多かったのが、日本は組織的で戦術的に整ってるし焦らないし、チームとして何をしたいかわかるって見られてたよ。もう絶対海外の人に言われるようになった組織的だね。日本は誰か一人が無理やり何とかするんじゃなくて、全員で同じ方向を向いてる感じ。ブラジルサポーターの中でも日本はチームとしてよく訓練されてるって見てる人は多いね。全員同じ方向を向いてる感じね。そういうチームを森保監督が作ったっていうのもあるよね。日本は失点しても絶望しないしバタバタしない。ちゃんと我慢して自分たちのやることを続ける。そこがいい。偉いぞ日本。私は失点した時叫んじゃったよ。他には日本は汚いプレーをしないって言われてたよ。汚いプレー。時間稼ぎとか必要以上に審判に詰め寄ったり相手をイライラさせるようなことをあまりしないって言ってたね。日本は反則で流れを止めるよりちゃんとサッカーで勝負してる。しかも審判に対してもずっと文句を言うんじゃなくて VAR を確認してほしい場面でも落ち着いて伝えてたってところまで見てる人がいた。そんなとこあったっけ？ブラジルサポーターは細かいところもめちゃくちゃ見るから、日本はプレーだけじゃなくて振る舞いも違うっていう高評価だよ。日本はお利口さんよな。少ないファウルでカードももらってない。日本は荒くいかないのにちゃんと強度はある。普通はフィジカルで押されるとどうしてもファウルで止めたくなる。でも日本はできるだけプレーで対応しようとしてた。そこに感心してる人が多かった。ファウルで止めるのが世界の普通なんだ。だからこそ日本が組織で耐えて最後まで走って試合を壊さずに追いついたのが評価された。単に2対2だったから褒められてるんじゃなくて、戦い方そのものが褒められてる。ブラジル人って個人技が好きでスター選手が好きなのかと思ってた。もちろん個人技も好き。でもそれだけじゃないよ。いいチーム、いい戦術、いい姿勢にはちゃんと反応する。
今回の日本はそこを全部見せたから、ブラジルサポーターは響いたんだと思う。日本の戦い方でブラジルサポーターが特に良かったところって他にもあるの？かなり多かったのは日本の気持ちの強さだね。最後まで諦めない。心で戦ってる。そういう見方もすごく多かった。心で戦ってるってかっこいい。本当にそう。日本はただ走ってるだけじゃなくて、ちゃんと国のために戦ってる感じが伝わる。ゴール後の喜び方とか試合が終わった後の雰囲気を見ても気持ちが入ってる。2対1で負けてる時間もあったけど、そこでも崩れなかったもんね。負けてる時の日本の応援が凄まじかったよ。そこなんだよ。ユニフォーム、サポーター、監督、ピッチ上のチームが全部シンクロしてる。負けを受け入れずに戦っていてすごく良かった。日本はリードされても試合を捨てない。普通ならあのまま終わってもおかしくない流れだったけど、日本は前に出て最後に追いついた。あの同点ゴールはめちゃくちゃ熱かった。ブラジルでもそこはかなり刺さってた。日本はオランダみたいな大きくてフィジカルの強い相手にも怖がらずに競ってた。オランダは本当でかいよね。それでも日本は空中戦でも気持ちで食らいついてた。体格で負けても勝つ気持ちでボールに向かっていく感じが良かったね。そこにブラジルサポーターがかなり反応してたよ。ワールドカップなのにちゃんとサッカーが好きで国のために勝ちたいって気持ちが伝わってくる。日本はしぶといし厄介だし応援したくなるチーム。日本が優勝したら自分の国やクラブみたいに喜ぶって言ってる人までいたからね。そこまで？そこまで言ってる人いたよ。日本がワールドカップを取ったら誰も悲しまないって意見もあったぐらい。それくらい日本の姿勢に好感を持ってる人がいたんだよね。日本とオランダの試合を見て、今のブラジル代表に対してはかなり厳しい声が多いよ。日本は走る、戦う、最後まで諦めない。でもブラジルはどうなんだ？かなり自分たちに厳しいね。日本はサッカーを覚えたのにブラジルはサッカーを忘れた。ヒヒヒヒヒヒ。それくらい今のブラジルにモヤモヤしてる人が多いんだよ。日本は昔より進化してるのにブラジルは退化している。日本は2対1で負けてても諦めずに追いついた。でもブラジルならあの展開でそのまま試合を渡してたかもしれない。昔のブラジルにはあった闘志を今は日本が持ってる。日本とオランダの試合を見てブラジルがこのレベルの相手とやったら危ないっていう不安がかなり出てた。どっちと当たったら厳しいの？日本でもオランダでも厳しいけど、日本が今のブラジルを相手にしたら走らされる。もしかしてブラジルサポーターが日本を怖がってるの？怖がってる人は多かったね。でも全員がそうじゃない。中にはブラジルをそんなに下に見るな、ブラジルサポーターならどの相手も恐れるなって言ってる人もいたよ。ブラジルが勝てば相手が弱かったと言われるし、負けたらブラジルが弱いと言われるって最近のサポーターに対しても不満を言ってる人もいるんだよね。勝っても文句言われるなんてどうしようもないね。日本がいい試合をしたことで日本を見習え。ブラジル代表の選手たちはこの試合を見た方がいいって感じの意見もあった。でも日本やオランダがブラジルのノックアウトステージ初戦の相手になるかもしれないんだよね。その話でかなり盛り上がってた。というかブラジルサポーターが本気でざわついた理由はそこが一番大きいと思う。日本かオランダが次のラウンドでブラジルの相手になる可能性があるから、みんな他人事じゃないんだよ。ノックアウトステージ初戦でやるとしたら、日本とオランダどっちと試合したいのかな？どっちと当たっても厳しい。今のブラジルならどっちにもやられるって言ってる人が多かった。どっちかというと日本よりオランダの方が嫌なのかな？むしろ日本の方が嫌かも。オランダより日本と当たる方が怖いって空気はあった。オランダより日本の方が嫌って意外。もちろん全員じゃないけど、今の日本はとにかく走るし粘るし最後まで落ちない。だからブラジルが相手にするとかなり面倒だ。日本と当たったらブラジルはずっとプレッシャーを受けるし走らされるし最後まで油断できないっていう怖さがあるって見てる人は多かったよ。ブラジルサポーターが日本をそんな風に見てるんだね。日本はもう昔みたいに当たったらラッキーな相手じゃない。むしろ当たりたくない相手になってる。オランダに対してはどうだった？オランダももちろん強いって見られてる。ただ日本に追いつかれたことでちょっと評価が揺れた感じはあるね。日本に追いつかれたから評価が変わっちゃうんだ。オランダは強い。でも日本がそのオランダと互角にやったことで日本の怖さが一気に上がった。おい、ブラジルが次に進める前提で話すなってツッコミも多かったんだけどね。初戦のブラジル対モロッコも1対1だったし、ブラジル対ハイチは3対0、モロッコ対スコットランドは1対0だし、ブラジルとモロッコは次に進むイメージなんだけどな。ブラジルが日本と当たったらまたやられる。もう泣く準備していいかっていう感じの人もいたよ。まだ泣かないで。
日本は今大会もかなり厄介な存在になってる。守りに入ったオランダ相手に最後追いついた。半端ないって。日本は速いししつこいし組織もある。ブラジルが少しでも緩かったら普通に持っていかれる。本当にそうなるといいんだけどね。でも強気な人もいて、ブラジルサポーターなら相手を怖がるな。ブラジルなら日本にもオランダにも勝てるって人もいた。やっぱりそこはそうだよね。そこはブラジルだね。プライドはある。でもかなり現実的に危ないって見てる人が多かったよ。日本も嫌だけどオランダはちゃんと強いし、試合の中でも日本をかなり苦しめてた。しかもこれはオランダにとって負けに近い引き分けだったね。日本からすると大きい引き分けだけどね。レオくん、日本の選手個人の話はあった？あったよ。まず分かりやすく名前が出てたのは鎌田だね。さすが。鎌田はかなりうまい。視野がすごいしやばい。ブラジルサポーターから見てもああいう落ち着いた選手は目に入るね。派手にドリブルで抜くだけじゃなくて試合の中でちゃんと効いてるタイプだから。あと中村もかなり名前が出てた。ケイトを中村がすごかった。めちゃくちゃ良かった。日本に驚いたって話の中でも中村の名前は結構出てたね。日本はチームとして良くて個人でいい選手もいるな。中村はゲームから出てきたようなプレーだ。中村敬斗選手は8歳の時サッカーしたくてブラジルに行っちゃうぐらいだからね。松岡修造との対談で言ってたね。他には鈴木の名前も出てたよ。日本のゴールキーパーがすごい。ゴールをしっかり締めてた。すごいセーブいっぱいあったもんね。毎回日本を最後で助けてくれてるよね。さすが。久保くんの名前はないの？久保もうまいっていうのはあったけど少しだね。今回の試合中で多かったのは鎌田、中村、鈴木、この3人が圧倒的だよ。それと三笘と南野がいれば日本はもっとすごいことになってた。もっとやれたんじゃないかって言ってる人も多かったね。親善試合で南野選手にブラジルは点取られてるしね。それに遠藤の名前も出てたよ。キャプテンの直前での離脱は大きいけど日本はすごいなってね。日本はただ勢いだけのチームじゃなくて選手層や組み合わせや組織がすごい。上手い選手もいるけど日本って代表なのにチームとしてまとまってるよねって。個人名が出てても結局は日本全体の評価につながってるんだよね。日本がすごい評価されちゃってるな。ブラジルサポーターから日本は今大会どこまでいけるって思われてるのかな。その話題もかなり盛り上がってたよ。日本は今大会のサプライズになるって見てる人が多かった。サプライズ。日本はこの大会で多くのチームを驚かせる。かなり遠くまでいけるんじゃないか。具体的にはどれくらいまでいけるって言われてるの？日本は準決勝を狙えるレベルがある。準決勝狙えるレベルがあるってことは優勝もできるってことだね。優勝候補の一つって言ってる人もいるからね。この試合を見たらそういう人が出るのもわかる。オランダ相手に引かずに戦って最後に追いついたからね。ブラジルサポーターから見ても日本はよく訓練されてるし組織的だし相手を苦しめる力がある。だからトーナメントで当たるとかなり嫌なチーム。もう昔の日本とは違うんだね。そこはかなりはっきり変わってると思う。昔みたいに日本なら楽って感じじゃない。もう日本は簡単に倒せる相手じゃない。昔の日本は頑張るけど勝ちきれなかった。もう日本はサンドバッグじゃない。ただここで大事なのは全員が日本を優勝候補みたいに見てるわけじゃないってこと。そりゃそうだよね。日本はいいチームだけどさすがに優勝はまだ難しいんじゃないか。持ち上げすぎって言ってる人もいたからね。日本を褒める人が多いんだけど日本はまだグループステージでの戦い方しか知らない。ノックアウトステージでの戦い方を攻略していないって言ってる人もいたんだろうね。試合の仕方が違うの？そこは日本人にはわからない領域だね。じゃあ日本の評価はブラジルサポーターの間でも割れてるんだ。割れてるね。でも低く見てるというよりどこまで評価するかで分かれてる感じ。サプライズ候補だと思う人、準決勝もあると思う人、強いけど優勝はまだ難しいと思う人、いろいろだね。それと日本が今こんなに競争力を持ってるのはジーコのおかげだって見方をしてる人もいた。そんなつながりもあるから日本が勝ち進んだら嬉しいし日本がワールドカップを取ったら嬉しすぎるって言ってる人もいるんだろうね。ジーコの銅像も日本に立ってるぐらいだからね。ジーコがスタンドで歩いてても日本人は礼儀正しいってちょっと前に SNS で話題になってたよね。そんな動画もあったね。他にはこんなことが言われてたね。日本は礼儀正しすぎるから勝てないんだよ。残念だけどサッカーにはずるさも必要なんだ。決勝トーナメントで日本と当たるチームは本当に苦労することになる。日本と戦うなら岩から水を絞り出すくらい大変になる。日本の進化は見事だ。ブラジルにも勝ったし
イングランドにも勝ったし、オランダもかなり苦しめた。日本が良くなっているのは今回だけじゃない。日本はかなり前からいいサッカーをしている。今大会だけじゃなく過去の大会でもそうだった。日本がもっと背が高くてフィジカルが強かったら優勝候補の一つになっていた。日本はすごく厄介になっている。前回大会ではそこまで怖くなかったのに、今は完璧にはまったチックタックみたいなサッカーをしている。日本人には勝つために大事な特徴がある。それは忍耐力だ。日本はサッカーの技術を教えている。今大会ここまでで最高の試合だと思う。日本は集団として今大会最高のチームかもしれない。しかも怪我で出ていない選手も何人かいる。日本は同点にした後、あと10分あったら逆転していた。日本はブラジルにとって手本だ。ブラジルはバラバラで金のことばかり考えているように見えるけど、日本は戦術と闘志の例を見せている。日本に対して頭でゴールを取られるのはオランダとしてはきつい。日本はショーを見せた。ブラジルをもう一度倒すかもしれない。ブラジルがヘキサを取りたいなら日本からこの監督を連れてくるべき。でも一つだけ言えるのは、今の日本を軽く見るブラジルサポーターはかなり減ったと思う。日本はもうただのアジアの挑戦者じゃない。ちゃんと世界を驚かせるチームとして見られてるよ。ブラジルサポーターからはこんな感じだったよ。ブラジルと試合するときはよろしくね。レオくんありがとう。こちらこそ、ワールドカップで当たった時はまた来るよ。それじゃあ、チャオ。チャオ。オランダとの試合はいろんな国で高評価だね。そうだね。次もそんな試合ができるといいね。日本は2戦目が過去データ的に苦手だもんね。しかもチュニジアはベースキャンプ地もモンテレーで、1試合目のスウェーデン戦と同じ会場だもんね。それと監督も交代したしね。せっかく日本が何ヶ月も前からいろいろ分析してるのに、大会中に選手変えたらダメなのに監督は変えていいってやっぱりおかしいと思う。せこいせこいせこい。もうどうしようもないから私たちは応援するだけだよ。そうだね。試合終わったら試合前の心配や不安は何だったんだって思わせるぐらいな試合してくれるといいね。標高500メートルだけど大会前にここで合宿してるし大丈夫だよね。優秀なスタッフがキャンプ地とベースキャンプ地も考えて決めてくれてるしね。現地時間だとチュニジア戦は20日だけど、そこも日本は前日練習を夜にやるって言ってたし、対策してるよ。本当に私たちは信じて応援するだけだね。そうだよ。頑張れ日本。じゃあ今回はこんな感じで終わりだよ。それではご視聴いただきありがとうございました。コスタリカ戦みたいに負けるとか言ってないで勝利を信じて応援しましょう。ご視聴ありがとうございました。